お前は今のままの方が幸せなのかもしれんな。思い出さずにいればその方が良いということもあるかもしれん。いや、そういうわけではない。そうだな、忘れてくれ。あなたが日本貴族の血を引くことで黒の騎士団の戦いにも日本のためという点で大義名分が強まる。私個人としてはあまり気が進みません。黒の騎士団のリーダーはあくまでもゼロです。ゼロという主人公が築き上げてきた物語という側面が。そう、それです。存在。あなたという存在があまりクローズアップされるとゼロの存在に阻害する。これはあなたが団員たちに示している優秀な能力がゆえでもあります。あなたが凡庸で取るに足らない人間ならば血筋だけでなびく連中もたかが知れているのです。頭の痛いところでしてね。申し訳ないがあなたの血筋はしばらくはあまり前面に押し出さないつもりです。理解していただけて恐縮です。時と場所が変わればあなたも一人の主人公として格好の素材なのです。はい、ゼロにはもっと輝きのあるカリスマになってもらいたいのです。その行動の全てが民衆を魅了し熱狂させ感動させる彼らが求めるカリスマに。あなたが貴族の血筋なんてね。彼もハーフなのよね。あなたの正体がわかる以前から彼はあなたに何か感じてたのかしら。そういうのってあるのかな。ハーフ同士似たような境遇が惹かれ合うとか、そういうのロマンチックだと思わない？ああ、もう男はこれだから。でもブリタニアの支配がなければあなたはいわゆる白馬の王子様みたいなものよね。でも逆に彼はシュタットフェルト家のお嬢様ってわけにはいかなかったわよね。世の中よくできてるんだかうまくいかないんだか。君は犠牲についてどう思う？そうだ、それも当然そうだ、君の言う通りだ。何？君の前ではつい覚悟はとうの昔にできている。そう、もう随分昔に。
納得いかないなと思って。輻射波動、この機体にもつける計画がある。そう、ところが死生権の全員が取り付けに反対してるのよ。そうね、カレンとグレン錦の相性は抜群にいいわね。あなたと並んでいいデータを提供してくれてる。で、今にして思えば彼らに月下を引き渡す前にとっとと輻射波動をつけておけばよかったかなって。そうなんだけどね。まあ死生権は射撃もソードの扱いも上手だから、こっちの方が結果的に好成績かもね。そうね、今さら悩む必要もないか。おかげですっきりしたわ。それにしてもあんた人を乗せるのがうまいわね。ありがとう。